ではいただいていきますよ。はい、ということで生姜焼きです。めっちゃうまそう。サムギョプサルのあんまりそうですね。そう全部使いましたね。はい、いただきまいただす。きます。あーうまい。よかった。甘い。美味しいですか？はよかったよかった。まだいっぱいあるんで。甘め。ちょっと蜂蜜入れすぎたかな。いや全然合いますけどね。もうちょい塩辛くても全然いいけど、このタレめっちゃいいな。優しい。このタレめっちゃいいと思います。さっき蜂蜜入れたけど、本当はリンゴ入れたら美味しいです。すりおろしたやつってこと？そうもうミキさんに全部一緒に入れちゃったりとか。うまー。あとは多分玉ねぎってお肉柔らかくする作用があるから、つけれる時間が長く取れる人は前日につけといて、そんなに。翌日焼いても全然美味しいと思います。どれぐらいつけるの？30分。結構つけるだな。前カフェで働いてる時に、生姜焼きって何気にちょっとむずないですか？こうバッチリこの生姜焼きが好きみたいなのに出会うのって、私は若干理想の生姜焼きがあったんですよ。いろいろ工夫をクックパッド先生見たりとか、先生って呼んでるんです。先生ですね。クックパッド先生はほんまに先生なんです師匠です。はい。クックパッド先生に似たようなレシピがあって、これさ、そうでやってみようと思ってやったら、これめっちゃええやんってなって。すりおろしてる粉々になってるこの玉ねぎと生姜、ミキサーとかでやることでいっぱい使えるもんね。そうですね。おろし金とかでやるの大変やん。無理。手死んでます。調味料、醤油とかお酒とかみりんとか入れたら、水分入れたら回るんで、大体ミキサー。だからもうミキサーでいったらいい。それあるやつだな。ミキサーで回すからそんな綺麗に切らんで別にいいしね。そうやな。超楽ちんメニューですよ。これは家でもやってみたい。めっちゃうまいマジで。私はやったことないけど、リンゴなくてリンゴジュース入れるのもありらしいですよ。そうなんや。砂糖の代わりにね。あとはニンニクちょっと入れたりとかね。おかわりいっぱいあります。食べてください。ニンニクね。ちょっと昨日ニンニク摂取しすぎたんでうちが、ちょっと今日はやめといたんですけど、普段はちょっと入れたりしますね。これにも。おいしいやもんな。でもなくてもいけるなって今回思いました。全然うまい。ね。2杯目です。美味しいよこれも。生姜焼きって美味しいですよね。美味しいね。小さい時は生姜焼きをさ、そんなにテンション上がらへんかったんけど、なんですか？また生姜焼きかみたいな感じだったけど、まあ簡単には作れるじゃないですか。でもこう改めて食うとやっぱ美味しいですね。私でも定食とかを食べに行った時に、大体チキン南蛮か生姜焼きで悩みますわ。ほんと。結構その2択多いですね。私すぐ唐揚げ定食にしちゃう。揚げ物好きだから。でも家でせえへんから。シーンですね。なんかここぞとばかりに揚げ物が食えるとこに行くと、揚げ物を。確かに。そのこれっていう生姜焼きを見つけるのはむずいっちゃむずいねんけど、味噌ラーメンみたいなノリでなんかどこに行ってもその、まあそうっすね。そう美味しい味は絶対食べれるっていうのがあるね。そう入ってますよね。一定のねラインを超えてくるよね。これ結構野菜めっちゃ入ってますからね。玉ねぎ丸々1個ぐらい入ってますから。そうやんな。玉ねぎ丸々1個一人で食べたっけ。死ぬ。玉ねぎって体にね、血サラサラにするんですね。私なんか実家でいつからか夜ご飯の時に絶対もずくとちっちゃい納豆、それどこで売ってるんっていうちっちゃい納豆あるんですよ。なんかあるな。なんていうホテルの朝とかに出てくるやつかな。テキーラのショットグラスぐらいのやつ。そんなちっちゃいなんかめっちゃちっちゃい、ほんまどこで売ってんのみたいな納豆と、お母さんがつけてる玉ねぎの甘酢漬けみたいなやつをこうちょんって持ったやつを三種盛りってうちの親は呼んでて、パパ三種盛りちょっと用意してって言って、
パパが3種盛り用意して、それ食べてからじゃないとご飯食べれない。そういうルールがあるんですね。ルールでそれ食べるとなんか知らんけどそんなにご飯たくさん食べれなくなるんですけど、はい、体にはいいですよね、それはね、体にいいから食べてるみたいですよ、うちの親は。毎日作って負担でもないし体にもよかったらそれは取り入れますよね。そうですね、全然最近自炊してなかったですけどね。鍋十分ですけど、何もせえへん時せえへんよね。めんどくさいとかしんどいなとか、あとはなんかやっぱ年だけさ休みがあってそっから働き始めみたいな人多いやんか、やっぱ疲れるよね。反動がね、休みの適応できない、そんなすぐ本当に週休3日とかにしてほしいですわ。マジでな、ほんまにそうやな。週休3日っていうか、もう週に3日しか働きたくない、ほんま。あ、なるほどね。3日ぐらいちょうどいい。もう2杯目の中。おお素晴らしいです。ご飯に合うんですよ、生姜焼きっつうのは。昔親とハワイに行った時にハワイ島に行ったんですよ。火山のあるとこね。そうで溶岩を見に行くツアーみたいなに行って、そこのアテンドしてくれるお姉さんが、私たちは週に3日しか働きませんみたいな。最高やん。庭もでかいし、勝手に庭にパイナップルとかもなってくるし。勝手になってくる環境って何？分かれへんけど。マジすごない？庭になんか言ってましたよ。パイナップルとかもできるし。だからあんな南国ってパイナップルいっぱいあるの。そんななんか雑草レベルのノリで出てくるって。そんな感じではないと思うけど、その時は勝手に生えてくるって言ってましたけど。生えやすい環境ってことなのかな？そういうノリなのかな。パイナップルとかも庭とかにできるやつでかいから、それ食べてたらみんなこんなに大きくなってはははみたいな感じだったけど、最高じゃないですか。同じ人生でこの人たちは週に3日働く、私は週に5日働く。なんかギューってなりましたねいいなぁみたいな。まあほらね、隣の芝が青いんかもしれへんけど、国によってまあそれもっと今の私たちの環境より恵まれない環境の人もいるとは思いますけども、でまあ憧れるよね、そういう、まあ最悪パイナップル食うとけばいいかみたいな感じになれるのいいな、週3しか働けるのか最高やな働きすぎやんな、でも日本人はな。なんかもうそういうシステムになってモテる。なんか働くことを美徳としてるもんね、なんか日本人って。お腹いっぱいできました。マジ一気食いしてましたもんね。でもこれは冷蔵庫とかに、まあ冷やしといたり、冷凍しとけば、まあチンしたらもう秒で食えるみたいな、最高のレトルト食品みたいになりますからね。焦って食べる必要もないと。ないです。全部食べなくていいんです。2杯も食べちゃったしね。いっちゃうよね。本当に神様食べるのがねめちゃくちゃ早い。いいなと思います。そうですか。よくないですよね、別に体には。でもちゃんと噛んでません？結構噛んでるけど、昨日サムギョプサルの、ほんまに1投目、あの時サムギョプサル掘り込んだ、ご飯も掘り込んだそのご飯、ほんまノーカミで飲み込んだぐらいズーンって入っていったぐらいの感じやったな。すごっ。もう口の中いっぱいやし、もう入れとこうみたいな感じになってたさっきもなんかとりあえず入れていかんとここの中のやつ片付けられへんわみたいななってロケット鉛筆みたいなことでやばいな。お腹空いてたしね。多分もう早くってなってた早く胃の中にってなって大変でしたね。なるほどね。ああ、そんな噛めへんねやって自分でも思った。決していいことではないですよね。良い子は真似しないでくださいのやつですね。本当に良くないですね向き不向きあると思うんで。私でも、ちっちゃい時は体もちっちゃかったんで、めっちゃ食うの遅かったですけどね。あ、そうなんですね。背の順とかで並んでも、もう前から2番目ぐらいだったんですよ、ずっと。あ、そうなんですか？小学校低学年の間とか。どの段階でこういうの？多分ね、3、4年生ぐらいから伸びてきたって感じで、なんか背伸ばしたかったんですよ、めちゃめちゃ。もうずっと幼稚園から低学年まではずっともう前とかやったから、なんか悔しいわけなんですよ、背高い方がええなと思って、めちゃめちゃ牛乳飲みまくってて。でもうちはお父さんとかが背高いし、お母さんも比較的まだ同じ年代だったら背高い方なんかな、うちよりは低いですけど、だからまあ自然と伸びる予定だったのは予定だったのかもしれないですけど、なしか小さかったんですよね。ほんまに食べるのも遅くて給食とかも多いから、全部食べれなくて、最後まで食べてるみたいなと
かめっちゃありました。残したらあかんかったしね。買って残してましたけどね。こっそりっていうか。パン美味しないやん。パン美味しない。大阪の給食がコッペパンですか？コッペパンはまだ美味しかったんですけど、なんかこれぐらいのパン2個出てくる時なかった？コッペパンじゃないですか？コッペパンじゃない、なんかチーズパンみたいな名前と黒糖パンみたいな名前のがあったんですよ、うちの世代は。それなかったですよ。パッサパサのパン。コッペパンはうちは結構好きだったんですよ。しっかりとちょっと若干のしっとり感もあるし、食べやすかったんですけど、そのほんまにその2個いつも出てくるよくわからないパンはほんまになんか結構パサパサで、何がうまいねんってなってて、圧倒的に小学生の時はもう米派で。米なんか少なかったっすか？米の日めっちゃ少なかったよ。でなんでこんなパンばっかり食わされなあかんの？週に 1,2 回じゃないですか、米の日。そう米やったら食べれんのに、そのパンが全然美味しないから。私でもコッペパン苦手でしたわ。なんか年に1回ぐらい謎に焼ける日あって、すごい。そんなんなかったわ。冬のストーブみたいなの出るじゃないですか。その上に乗せて焼いたんじゃないかな。でもそれ年に1回しかやったらダメなんですよ。それはなんか美味しかったんやけど、焼いてないパンを食べるのがすごいなんかこう苦手で、おかず全部食べて、最後に牛乳でパン丸飲みしてました。3口ぐらいでパンパンパンって入れてクーって牛乳飲んで。給食全般あんま美味しなかったですけどね。茹でた野菜みたいなのなかった？ありました。O157が流行って、熱して菌を殺さなあかんみたいになって、ピクルスみたいな味のなんかあった。こしなしなのキャベツだけのおかずがあって、それがこう絶妙にぬるい状態で出てきたり、桃の缶詰、桃の缶詰もぬるかった。ぬるかったな。うちぬるかったのは覚えてるな。それを美味しいから食べるんですけど、シロップを全部飲んでる子いました。俺めっちゃ好きとか言って。給食めっちゃ好きな子いましたもんね、やっぱ。今食べたらもしかしたら美味しいんかもしれへんけど、止まりましたね、手が。まあでもね、いい感じに食べましたし、お腹いっぱいになりました。美味しいものは食べれる大人になれてよかったねということですね。美味しいものって食べた時の幸福度の瞬発力半端ないじゃないですか。こういくじゃないですか。だから美味しいものっていうのは本当基本的には平和なんですよ。小学校ってでも今考えたらめちゃめちゃ長いです。長いよ。6年間もやで。私なんか後半なんかもうちょっとカルトっぽい感じになってました。何それ？カルトっぽい。5、6年生の担任の先生すごい相田光雄好きで、その365日のカレンダー、うちんちのトイレにあるわ、実家の。あります。その一生使えるカレンダーじゃないですか。日めくりなさい。そうそれがまずあるんですよ。朝行ったらそれ全員で読むんですよ。まず読むし、それはカルト的やな、若干すでに。担任の先生の中の一人がペルーのケーナって竹の笛ね。それのミュージシャンの人がいて、でその人を読んでみんな全員自分で自作のケーナを作ったんですよ、5年生の時に。すげえ。でその5、6年生の時「コンドルは飛んでいく」って曲毎日1回絶対吹くんですよ。1曲だけ絶対。でしかも全員集まってその3クラスで、乗り方ももう決まってるんですよ。こういう乗り方とかあんの？タタラララララララっていうなんていうんですか、スイング。なんだそれ。乗り方わからん。乗り方もあるし、授業とか、算数とか社会とか、あるじゃないですか。ほぼほぼ潰して人間とはみたいな強いことやってるな。なんかいやその先生の宗教や。そうでどうあるべきだみたいなのを解くその授業で、だから社会のテストあったんですよ。でその授業中にみんなに回答用紙が配られたんですよ。それを一回見ろと、でこれ覚えろで、覚えたか OK みたいなのってそれ回収して、テストやるみたいなとか。何それ？だからもう人権の授業に使っちゃって、普通に社会の授業をしてなかったんですかね。やば。
ほんでなんなんそれ、すごい教育受けてるやんけ。プラス毎日書かなあかんノートがあって、うんもう3分の1をまずこう縦に線割るんですよ、うんでまあ3分の1と3分の2の欄ができるじゃないですか。こっちはやってしまったこと、うんこの3分の2の方は原因みたいな感じで区切るんですよ。うわーすげえ、で1日1個自分のやってもうたあかんことをまず書くんですよ。ほんでその3分の2の方の原因のとこにその書いたやつの3倍ぐらいのこれからはどうしていくかみたいなことを一生書くみたいな、それ毎日やるんです。うわーすごい。それ毎日やるじゃないですか。1年経ったらうん1人1枚大きい模造紙配られてる、それを転写していくんですよ、ちょっと待って、転写が分からへん。転写何それ。これは学校ですか？学校でしょ。普通に私立の宗教ですね。私立っていうか私立じゃないですよ。普通に私大阪市立立のそう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 。子供やったしほぼほぼ私は、まあね、疑問に思わへんよね、それしか知らんしな。思ってる子は絶対おったけど、うんうんうんあんまりそれをそのままいいこととしてやってたけど、ふとなんかすこうごいな。ってなりましたね大人になってからなんかなんやそのわけのわからん、まあなんか別に悪い、なんかそんなに悪いことではないっちゃないのかもしれんけど、でもそのなんか問題とかを解決させるって考える力はまあ養えるんかもしれんけどね、でも表裏一体で思い通りいい方向に進めばいいですよ。自分を見直す時間として、だけどすっごい悪い方に行っちゃって、私ってこんな良くないことやってしまったみたいな、そういうのがあるからすごい負のスパイラルにこうぐるって巻き込まれたら、それはどうやって救ってあげたらいいってことになるから、すごい表裏一体の、やってしまったことだけじゃなくて、できたことも一緒に書いてたりとかしたらさ、こんなやってしまったことあるけど今日はこれができたからって思えるけど、それやってしまったことだけを毎日書かせて、それをなんか転写させるなんかやばいな、なんかだから結構危ないなとは思いました。いろんな取捨選択とか自分でいろんなことがジャッジできたらいいけど、そうじゃなくて、毎日な罪を犯してるみたいな気持ちになるもんね、でそこで自分なんてみたいな風にこうなると思うんで、自己否定にこうどんどんいくと良くないなと思うし、そういうのあったよねみたいな、その小学校あるあるみたいな、これはもう誰とも共有できないできへんやろなそれはマジで強すぎるもん、なんか分からんけど、それは小学校でやったらあかんのちゃうとは思う大学とかまで行ってて、そういう先生やねん個性的なみたいな感じの認知された上で専攻する子がいてやるやったら分かんないけど、義務教育のね義務教育の現場でそれはマジ怖いな、ホラーやな。いやそれでしたわ。よう生き抜いてこられた。ちょっと後半ホラーになりましたけど、すいません私もそんな教育を受けた今後もよろしくお願いしますということで、ごちそうさまでした。